どうもこんにちは、魚と音楽キッズチャンネルです。更新からお魚情報をお届けします。今日はですね、ちょっと向こう側軽く見てください。ビニールハウスがね、今映ってると思います。今回はね、あちらのお魚屋さんにね、いつも行ってるとこですね。今からね、仕入れに行きたいと思います。今ちょっと仕入れまして、こんなね、綺麗な黄色っぽいね、お魚仕入れました。はい、帰ってきました。またね、お魚を今日仕入れてます。よいしょ。じゃん。1.7 キロあります。見てください、エラもこんな真っ赤で。こちらね、ハタの仲間の青ハタというハタになります。まずちょっと尾びれを見てください。綺麗だね。尾びれがここだけ黄色いですね。はそれから背びれの軟状ですね、柔らかいヒレね、もうここだけ黄色い。で、青ハタはこのトゲの直前のところ、ここね、だけが黄色いです。で、腹びれを見るとこういう感じ。お、蝶々みたいな、ね。ここもやはり黄色いですね。で、ここ胸びれですね。黄色いですよね。で、口を閉じると、閉じれない。閉じるとここね、完全に見えなくなります。で、ハタなんですけど、危険部位がまだあります。歯とエラ蓋と、エラ蓋はここですね。ここは上腮骸骨って言います。で、ここがエラ蓋のトゲですね。このエラの鰓耙ですねが危ないです。それから背びれがまた鋭いですね。で、腹びれもここに1曲トゲがあります。で、尻びれもここに2曲ですね、トゲがあって、とても危ないです。なので持つときですね、ここの頬肉を持ってと尾びれを持ってこう上げるのがハタの正しい持ち方で、ハタなんで、ぬめりがかなり多いです。なのでこういう風に取っていきます。こっちからやると鱗が取れちゃうんで、頭側から尾側へぬめりがね。鱗は逆で大丈夫。ヘチマ使いやすいんじゃない？次は内臓とエラを抜いていきます。これで普通に怪我する人いますので、慎重に慎重にやっていきます。よし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 、いいよいいよ。僕の苦手なエラ外し。基本エラ取りの時は母と交代をしてるんですけど、今ちょっといないんで、できる範囲頑張ります。はい、そしたら、無事さばき終わりました。で、ちょっと見てください。この辺とかちょっと切っちゃいました。切りたい？ガサガサです。やばい。で、こういう風におー、綺麗。エラと、それから内臓ですね。で、こういう血合いでこういうところをしっかり取ってあります。すごい綺麗にやったね。で、これ今日はね、実は僕のね、おばあちゃんが今2月25なので28日に来るので、あと3日ですか、に来るので、このハタを振る舞おうということで。今日仕入れておばあちゃん来るまでどうすんの？冷凍です。おお。ハタなんで持ちもいいのでね、はい、なので、これは今から冷凍していきます。キッチンペーパーでね巻いてぐるぐる巻きですにして冷凍します。今からね、前回さばいた、青ハタですねの、頭落としと鱗落としと三枚おろしを、取っていきます。1週間2週間くらいね、冷凍状態で残してあります。今日ちょっと使うんでね。このお腹に詰めてあるペーパーを取っていきます。こういうのとか保存の仕方が悪いとね、すぐねダメになるんでね、
このハタってね、意外と優しい魚なんですよ。鱗取れたところがこうやって取ると歯も薄いてくれますよね、取れましたよ合図をくれるんで、ありがたい魚ですね、タイなんかは全然わかんないので、どこが取れててどこが取れてないのか、このヒレの後ろ、ヒレの裏、それからヒレの際、やっぱりハタは難しいね鱗取りどうしても残りますで、ちょっと水が入ってるんで取りますね。このね、水抜きって言うんですけど、ここのお腹に溜まってる水ですね、を抜くのが一番大事、魚は。これハタだけじゃなくて、水っぽい魚、特にタラとかアンコウとかそういうのは特にですね、抜くのが大事です。抜かないと身が余計水っぽくなるんでね、こっちへ入れる感じですね。ほら、わかります？硬いでしょ、だからすごいね、やりにくいんですよ。硬くてね、本当に硬くてね、抜けないんだよね、これ。うわ、すごい。すごいじゃん。で、ここでどっちだろう、わかんないバット大きいのに入れる、小さいのに入れる。ハタといえばやっぱりこのつぶらの瞳、つぶで、これを、この後カブト割りするんで、その動画も後で回します。壁に激突。ううどうなってるこれ。こんなはずだよね。うわ、ちょっとエプロンにくっついてる。早っ。ちょっとあ、ちょっとエプロンにくっついてる。エプロンで押さえるしか無理。いやいや、ちょっと待って、それいや、手がないからもう方法が。それ。いや、なら何か持ってきて。タオルか何か。K は意外に変な怪我はしないね。気をつけてね、ほんと。はい、そしたらね、今からブランシールっていうものをね作っていくんですけど、ブランシールっていうのはね、軽く茹でるっていう意味なんですね。短時間でね。で、茹でると白くなります。で、卒業祝いのね、ディナーで 2.5 キロの、天然マダイのブランシールをね、ちょっと食べたので素敵なソースだよ。いいね。何が入ってるのそれ。玉ねぎとじゃがいものソースです。で、これにバター。わお、素敵。ソースのね、味見をちょっとしてみます。熱いよ。こぼれる。あ、こぼれるよ。あこれの 1.5 倍ぐらい。そんなこと言われたってわからないよ。わからんように。視聴者の人がびっくりするよ。いや、朝子さん、わかんように。いや、いいと思うよ。いいと思う。いいと思う。いいとこん思う。な感じで。すごいレストランっぽい。うわー、オーマイガッシュ。ちょっと長めかな、気持ちね。長めに、入れます。5分40秒ぐらいでいいか。で、上に
パセリとそれからパルミジャーノチーズをのせます。出来上がり的にはこういう感じになります。出来上がりの一度ね。一例。はい、そしたらできました。こんな感じでね。タイならぬハタのブランシールですね。あ、ソースがめちゃくちゃ美味しい。おー。あ、ハタのね、旨味もしっかり出てますね。すごい美味しい。ちょっとナイフ口に入れないでください。すごい美味しい。すごい気に入りました。で、ハタなんで甘みとかもねしっかりあって、ブランシール作るならねハタがおすすめです。はい、そしたらね、次は刺身ですねの味見をしたいと思います。美味しいですね。旨味はやっぱりね感じられます。はい、どうぞ。いいよ。いいよ。はい、そしたら、こちらね、先ほどのブランシールを作るときにね、野菜をね、茹でたときに出た出汁なんですけど、すごいね、いい出汁が出たので、このスープでね、リゾットを作ってみました。ちょっと味見をしたいと思います。すごい美味しい。出汁がよく効いてます。これおすすめです。めちゃくちゃ美味しい。庭の菜の花もね、入れました。ケイさんは菜の花好きですか？はい。青旗すごい美味しいです。ブランシール本当に美味しくて、こういう風にね、使い終わったお汁とかでもね、リゾットも作れるし、で、いろんな魚でもね、できると思うんでね、本当にぜひ試してほしいです。はい、そしたらね、昨日、調理したハタ、まだね、半身が残ってましたので、昆布締めと、こういう感じにしてます。昆布締めとそれから刺身用の部分ですね、を今から、料理していきます。どうします？昆布締めは握りにします？それとも刺身を握りにします？じゃあ全部ね握りにしたいと思います。まずこういうね身をきれいに取っていきます。これが、1日ぐらい寝かしたのかな、ハタですね。味見したいと思います。美味しい。昆布締めなんで昆布のね味がよく効いてて、でもしつこくなくて、でねハタ自身のね旨味もやっぱり失われてなくて美味しいです。すごい綺麗。こちらを今からバーナーでね炙っていきます。炙りの刺身、たたきに近いようなもんですね。やっぱり僕ハタは好きなんだ。美味しいね。よく合いそう。はい、どうぞ。はい、そしたらね出来上がりました。これが昆布締めですね。上のこれが昆布締め、このレーン昆布締めですね。でここが、刺身ですね。普通の寝かせた刺身で、ここが、炙りですね。いただいてみたいと思います。昆布締めから。すごい歯ごたえがやっぱりこれぐらい薄く切っても強いですね。甘みが
後味甘い感じですごい僕は好きな白身ですね。うん。でこれが寝かせた刺身。やっぱり甘みがやっぱりねちょっとどうしても水っぽさを感じちゃいますね、昆布締めの後に食べると。でもすごい美味しいです、十分美味しい。でこれが炙りの刺身ですね、柚子胡椒付きです。これ超美味しい。おー。昆布締めが一番好きかなと思ったんですけど、炙りが一番好きかも。おー。ハタは加熱するのの方が合ってるような気がしますね。はい、そしたらちょっとできました。見てください。肝とマコとそれから胃袋ですねを、湯がいたものになります。何で食べんの？ポン酢ですね。なんでこの肝は半分なの？肝はね重金属とかが入ってる可能性がある。食べ過ぎないようにしてんだ。まあ、大事なことやね。すごい肝は脂が乗ってます。でこれが胃袋かな。コリコリしててすごい美味しいですね。でこれがマコ。この時期にマコ入ってるのは不思議ですね。すごいね、クリーミーです。クリーミーですごい美味しいですね。マコ？でこの旗で今日は、ラーメンを作るんですけど、今からその出汁を取るための作業をやっていきます。今わかります？こっちはそのままの状態。ちょっと火が通ったみたいに白くなりましたよね。この湯引きっていうのは本当に効果的でね、生臭さがすごく上手に取れるんで、おすすめです。スーパーなんかで買ったこういう穴もやっぱりそのままの状態になってるので、そういうのを買った場合もこういう風に、湯引きをした方が生臭さが取れます。こういう風にね。はい、そしたらこれを鍋の方へ入れていきます。はい、そしたら香味野菜も入れていきます。野菜消しじゃない匂い消しのために、こういう風にね野菜も入れていきます。これがネギですね。ネギの青いところを使います。今回はネギとそれから生姜とかね、あと玉ねぎの外側のところですね。これも入れていきます。料理に使わないのがいいんだね。そうですね。いいね。そしたらね、火にかけます。よいしょ。はい。そうですね。ただね、旗なんで、旗自身の出汁もしっかり取りたいので。薄め？ちょっと粗汁じゃなかった。いや、いいよ。この方が上等やね。はい、そしたら、ラーメンですね。今麺を茹でました。でこのお汁はね、魚の出汁で取ったね、お汁です。でこれがすごいですよ。これこんなに身があるんですけど、これね別に半身を使ったとか身を全部使ったとかそういうあれじゃないです。これ頭だけで取れた身です。すごっ。頭とカマだけで取れた身。すごっ。あと中骨とかからね取れた身でもあります。本当にこれぐらいね身が取れるので、絶対ねお魚屋さんとかでおろしてもらう時も頭とかぜひもらってきてください。もったいないのでね。じゃあちょっとこれくらい入れて、それは何？でこれがわかめ。おお。
それから卵。ありがとうございます。あどうぞ。これはさっきの青旗のね皮を湯引いたものになります。湯引いてすごいポン酢にしたもの。色がポン酢を綺麗だね。かけたものですね、正確にはね。おろしポン酢ですね。おろしポン酢ね。こんな感じ。いいじゃん。あ、ちょっとそれこっちの方が写りがいいかな。これおばあちゃんが作ったやつね。こういう感じに。ちょはい、素敵です。っと食べてみようか。すごい弾力と歯ごたえあって、で皮下の脂もすごいあって美味しいです。本当にねもったいないんで、こういうの捨てたらいいか。じゃあちょっとこれでいただいてみますか。はい。いただきます。で今日はね塩ラーメンにしてみました。魚の上に。美味しい。すごいいい出汁が出てます本当に。魚なので。これは美味しい。美味しい。ものすごい美味しい。チャーシューなくても全然平気ですね。おお、それはいいね。すごい美味しい。普通のラーメンと比べてどうよ。断然こっちだね。おお。めちゃくちゃ美味しかったです。また機会があれば仕入れたいと思います。引き続き YouTube の応援とチャンネル登録お願いします。あさってから、お茶屋さんでね働きます。頑張ります。